あれからトレノを手にしてからの自分は、一人でドライブしたり、友達と海に行ったり、念願の彼女と一緒に海にドライブができたり、華やかな大学生活を満喫していた。実はトレノと初めて出会ったあの日、高木のトレノに乗り込んだ自分は、内装がまさかの赤茶色って？古臭いデジタルメーターに、今時手動のウィンドウ？それに今時重捨て？これ重すぎるだろ。バカ、少し車を動かしながらステアリングを切るんだよ。とはいえ学生である自分にとっては魅力的な10万円という破格ね。自分は高木に即決でお願いしたのであった。とある週末、中学校時代の同級生のみっちゃんと久々にコンビニで出会った。社会人のみっちゃんはシルビアに乗っていた。よう、メル。なんだ、86に乗ってるのか。やるじゃん。よかったらこの後、家に遊びに来いよ。久しぶりにみっちゃんの家に遊びに行くと、部屋には車の雑誌がたくさん溢れていた。どれも改造車の雑誌ばかりだった。よかったら、今日はせっかくの週末だし、俺の隣に乗せてってやるから、一緒に峠に行こうぜ。実際のところ自分は峠のことをよくわからなかったのだが、一緒についていくことにした。しばらく走ってどうやら峠に着いたようだ。そこには改造したスポーツカーが集まり、ギャラリーも大勢いた。一種のお祭り状態であった。正直こんな世界もあったのかと自分は衝撃を受けた。よし。じゃあ、俺も一本行くか。メル、行くぞ。と、みっちゃんは勢いよく走り出した。正直、この時の自分は、みっちゃんの隣に乗ったものの、ただ単に恐怖心しかなかった。7、8本ほど上り下りを走り終えたのであろうか。そのままギャラリーコーナーに移動して車を止めて、ヘアピンで走っている車を見ていた。見ていると走っている車は、改造されたセブン、シルビア、180、シビック、92のレビン、トレノや、あと自分と同じ86だった。ドリフトではなかったが、中にはコーナー出口でケツがずるっと流れて走る車もいた。なんとも刺激的でかっこよく感じた。帰りの車の中でみっちゃんに以前自分が見たビデオのことを話すと、それはイカ天のビデオだよ。今日帰りに俺のを貸してやっから見てみなよ。この日自分にとって衝撃的な一夜であった。自分はひたすらビデオを見まくった。なんてかっこいいんだ。自分もこんな風にドリフトしたいな。と、自分は希望と欲に駆られた。そういえば、いつも行ってるガソリンスタンドの店員さんに、お客さん86ですね。いじらないんですか？と言われたことがあった。あの店員さんに聞けば、車の相談もできるかもしれないな。と思い、早速自分はスタンドに向かった。スタンドに行ってみると、いつものようにあの店員さんがいた。実はその店員さんが店長だった。しかもシルビアでサーキットを走っているという。車のこと何もわからないのでドリフトできるようになりたいんです。
と車のことで話も盛り上がり、これまで働いていた喫茶店と居酒屋のバイトを辞めて、自分はこのガソリンスタンドでバイトとして働くこととなった。90年代初頭はガソリンスタンドで働くバイトの多くは走り屋の比率がとても高かった。自分が働くガソリンスタンドにもセブン S13 サンニースカイラインを愛車とする社会人で掛け持ちのバイトの先輩もたくさんいた。それからの自分は車のいじり方の基本を店長に一から教えてもらった。まずはメルの場合、足回りの交換が必要だな。自分が以前乗っていた86のパーツが家にあるから明日持ってきてあげるよ。翌日バイトが終わった後、店長に教えてもらいながら86のパーツ類を組み立てた。車をいじるのがとても楽しく感じた。こうして自分のトレノは一つ階段を上った。